皆様、本日はですね、こちらのナスとエリンギを使った簡単なおかずかつおつまみ作っていきたいと思います。では早速やっていきます。で触れてなかったの今。こちらの豚バラ、こちらを使って巻き巻きしていくんですけれども、まずこのナスは4等分ぐらいでいいかな。縦に4等分で、エリンギも2分切って適度な細さにカットで、ナスとエリンギ今回同時に巻きたいと思っているので、巻きやすい大きさにエリンギはカットしてあげてください。で、あとお好みでしそとかも用意して一緒に巻いちゃってください。で、豚バラですね。今回一巻きに2枚ぐらいでいいかな。これでちょっと一回やってみようかな。で、ちょっとね、軽く打ち粉じゃないけど軽く小麦粉ちょっと振っといて、はい、いつでもこれ取れるように、はい、豚肉につけたらナスとエリンギにしそ、はい、これで燃えていっちゃいます。こんな感じでナスとエリンギ、しそ全部ひとまとめにクリンとロールさせちゃってください。大きさ的にちょっとナスがはみ出るぐらいで大丈夫です。ではこんだけ巻き終わりました。そしたらこちらに塩コショウ少々しておきます。塩コショウしたらちょっと軽くねつけてあげて、じゃあもうこちら準備ができたら焼いていきたいと思います。では熱したフライパンに少しだけ油少量ね、もともと今回バラで巻いてるからバラから油は出ると思うんですけれども、それでもね一応ちょっとだけ油引いときます。そしたら分かる範囲でいいのでつなぎ目の部分を下にして焼いていきます。で適度に焼き色がついたらちょっとひっくり返してあげて、全体的にいい感じの焼き色つけてあげてください。でこの段階ではとりあえず焼き色をしっかりつけて、であとお肉がほどけないようにって感じだね。はい。でちょっといい感じに焼き色がついたらここにお酒大さじ様子見て大さじ3ぐらいかな。はい、蒸し焼きにします。でこの状態で2、3分すればナスとエリンギにもいい感じに火が入ると思うので、お酒で蒸し焼きにしてあげてください。はい、では3分ほど蒸し焼きにしたのでいいね、もう完全に火は通ってると思うので、じゃあここに味付けしていきます。ここにまずバター 30g、 バター 30g にちょっとだけチューブのニンニクを2センチほどかな。お醤油、基本的にはガーリックバター醤油ですね。大さじ2杯ぐらいでいいかな、とりあえず。はい、今ちょっと火弱めてたんですけど火を強めて、でこのバターと醤油ちょっと焦げる感じのねバターと醤油に絡ませときます。
こんな感じでもうバターが溶けてソースと絡まったら、今回のこちら完成。じゃあ盛り付けて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もうこれはね、もううまさしかないよ。このいいですか？じゃあ食べてみて。どうぞどうぞ。いただきます。来た来た来てる。これはやばい。あ、食べてごめん。いただきます。俺今までの豚バラの肉巻き史上ナンバーワンに好き。一番うまいと思う。これね、エリンギのその弾力も美味しいし、ナスのね、この旬のねナスのね使ったこの歯ごたえとかもすごく美味しいんだけど、間にしそが巻いてあるから、その豚バラのこのジューシーな感じをさっぱりさせてくれるんだよね。もうね、相性がね良すぎてやばい。抜群だね。これお酒にもそうだけど、もう絶対ご飯がもういる。これはもう相当うまい。こうちゃん、これお弁当に入ってたらもう、これまたお母さん抱きしめられちゃうやつね。これはすごい。こうちゃん、うまっ。もううまさしかない。最高だわ。まっ。ナスはまだみずみずしいね。水分がマジで大好き。こうちゃん、唐辛子うまいね。いやでもしそがいい働きしてる。本当にしそいいね。こうちゃんの言う通り、絶対お店で出したら 100% 売れるよ。これ居酒屋の定番メニューで出したら絶対売れる。むしろこれを目的に食べに行きたいくらいめっちゃうまい。ほんまに。やっぱナスだけじゃなくてエリンギも合わせたから、その食感もいいしね。結構濃い味だからすっごいご飯進むしね。すごい進む。もうお酒も進むしね。ということで、本日はですね、エリンギとナスの豚しそ巻きをこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当にね、めちゃくちゃうまい。絶対子供も好きだと思うんですけど、大人の方のおつまみにも超お酒進むと思うし、今回の料理はね、ご飯、本当ご飯がめっちゃ合うと思います。で、あとやっぱお弁当にもすごく入れても超喜んでいただけるおつまみ兼おかずになってると思うんで、しかもね簡単に作れるんで、ぜひね真似してね作っていただけたらなと思います。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。